本日はいつものカーナバルさんの釣りの当たりは大きいけど全く当たらないし、当たっても後ではないオリパの開封ですが、いつものごとく喋ることがないので、今日は地元にいた頃の幼馴染で霊感体質の石垣くん亀井とのエピソードをお話しします。それと今回は2部構成で、最初の動画は800円のカーナベルくじ、500円の 1.5 倍以上の価値があるのかご覧ください。また動画後半は500円のカーナベルくじですが、なんと10パックで当たり確定なので、例の当たり Twitter で自慢しようカードが出ますが、どんな当たりかをご覧ください。多分お話より背筋が凍りつくかと思います。ではトレカ開封をしながら昔の実体験怪談を語る、名付けてトレ怪談開幕です。近所で同い年なこともあり、小学校低学年から就職して彼が地方に行くまで仲の良かった石垣くんという友人がいました。彼ですが、子供の頃から大人になっても見える人でした。20歳くらいの頃でしょうか、こんなことがありました。当時、お互い車を走らせるのが好きで、2人でドライブすることがありました。その日は、石垣くんの車に乗って地元を流していた時、私がちょっとトイレ行きたいからどっかよろしくと頼んだところ、とある駐車場にトイレを見つけ、止めてもらい、扉を開けトイレに行こうとしたところ、ちょっと待って。何おかしくない？何がってトイレと言われ、改めてトイレを見ました。ごく普通の公園にあるようなコンクリで作られたトイレです。明かり取りか2から3メートルくらいの高さに窓が何枚か並んでいます。ただ、おかしいと言われても、どこがおかしいのかわかりません。影が。人、いっぱいいるだろ。はあ、時間は夜中1時過ぎ。周りを見回しても、車も1台も止まってないし、トイレは、愚か、あたりに、人など誰もいません。いや、誰もいないだろ。見えないのか？あ、そっか。もうトイレ行ってきていいかと聞いたところ、いや、どうだろう。なあ、あそこの窓、開いてたか？と突然聞かれました。もう一度、トイレの方に目をやると、いつの間にか、さっきまで閉まっていた窓の一つが開いてます。あれ？本当に人いるのかと思っていると、あの窓から、こっち見てる人、血まみれだよな。と言われドキッとして、鈍かった私は、やっと彼だけが見てるものが分かりました。いや、俺には見えないって。そもそも、あんな高い窓から、どうやって顔出すんだよ。ああ、そうだよな。まあ、ここはやめよう。他のトイレ探そうか。と言い、車をバックさせ、ここ、防空側と近いもんな。とつぶやき、駐車場から車を出しました。その間、私は駐車場のトイレを見ていましたが、あいにくたくさんの人影も、開いている窓にいるという血まみれの人も見えることはありませんでした。その近くは、確かに戦争中の防空の跡がいくつか残っている場所でした。戦争末期、空襲で多くの人が亡くなったとも聞いたことがあります。密状に集まってるってことか。なるほどな。でも、トイレ、頼む。ちょうど前半最後のパックだったわね。まあ今ちょうど出たジャックスナイトのシクとレッドアイズブレックメテオドラゴンのウルトラが多少マシかと思うけど、800円のオリパだし、やっぱりホラーでしたね。じゃあ後半行かせてもらいます。子供の頃、こんなこともありました。自分自身も幼い時はいろいろ見ていたのですが、中学生になる頃からほとんど見なくなってしまっていました。そんな見えなくなってきた頃のある日、学校帰りにばったりと石垣くんに出会い、話が弾み、久しぶりに彼の家で遊ぼうという話になり、そのまま彼の家に向かうことになりました。道中、国道沿いのトンネルを通るのですが、このトンネルはごく普通の直線、数百メートルのトンネルなのですが、下りと上りの2つのトンネルが並んでおり、なぜかこの上りと下りの2つのトンネルの真ん中に車やバイクが突っ込む事故が多く、死亡事故がいくつも起こっていました。私自身もそのトンネルのそばで壊れたバイクと血まみれで壁に寄りかかっている人を見たことがありました。そのトンネルに入った時です。夏の暑い日だったのですが、突然体が震えるくらいの寒気がしました。自分の横ではトンネルに入る直前まで
取り留めのないくだらない話をしていた石垣くんが、話を途中でやめ、押し黙り、うつむいて歩いています。どうした？様子がおかしかったので、そう聞いてみたのですが、返事がありません。なあ、再び話しかけると、彼は何も答えず、足早にうつむいたまま進んでいきます。以後、話しかけても一言も返事をしてくれませんでしたが、彼の家に遊びに行くという話をしてたこともあり、そのままついていくことにしました。彼は、時折後ろを振り向くのですが、後ろを歩いていた私を見るわけではなく、私の、さらに後ろを見ているようでした。途中、さすがに私も気になり、何度か振り向きましたが、誰もいませんし、何もありません。彼の家に近づいてきた頃、また、ちらっと後ろを振り返った彼が、急に驚いた顔をして、走るぞ。と一言言い、いきなり駆け出しました。私も慌てて、後を追って、走ります。そのまま、彼の家に着くと、彼は、急いで扉を開けて、私にも中に入るようにと促します。中に入ると、彼は、やや乱暴に鍵を閉め、そのまま走って、2階の彼自身の部屋に飛び込んでいきました。子供の頃から、何度も遊びに来てることもあり、私も遠慮せずに、お邪魔します。彼の部屋に向かいました。部屋に入ると、石垣くんが閉めたカーテンの隙間から、外を見ています。何があったんだ？と聞くと、窓の外を見ながら、やっと説明してくれました。お前、見えてなかったみたいだけどさ、あのトンネルに入った時から、変な男がずっとついてきてるんだ。あの寒気がした時か、と思いましたが、彼が、外を、ずっと気にしているので聞きました。もしかして、まだいるのか？ああ、見てみろ。と言われ、促されました。そして、自分も、窓の外を見ましたが、やはり何も見えません。悪い、何も見えない。そっか、そこの目の前に電柱があるだろ。その近くに、血を流しながら首の曲がった男が立って、こっちを見てる。そう言われ、見えなくても、ちょっとゾッとしました。でも、よかった。何が？入ってこれないタイプのやつみたいだ。彼が言うには、あの邸のやつは、家の中まで入ってくるタイプと、家の中には入ってこないタイプがいるらしく、今回のは、その入ってこれないタイプだとのこと。それで、どうなったの？私の方についてきたのかもということで、いなくなるまで、帰れず。夜ご飯もごちそうになって、彼に、何度か外を見てもらい、いなくなったのを確認してから帰りました。道中、もしかして、まだどこかにいて、ついてきてたらどうしようと、見えなくなってしまっただけに、逆に怖かったですね。それは、怖いわね。というところで、ちょうど開封も終わったわね。最後の、当たり、不安なり伊豆と旅支度の宿です。500円オリパですけどね。途中で出た双剣対抗照英の宿は、ギリギリ、当たり、でしょうね。このレベルでも、カーナベル口にしては、珍しいことですが。何を自慢しろっていうのかしら。やっぱりホラーよね。ではでは、引き弱すぎて、語ることがなさすぎるときは、また、トレ階段で、お会いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。はぐれメタクロスのチャンネル、あかねずら、ポケカ、有名でした。